はい、こんにちは。今回から1年前の自分が知りたかったことシリーズとして、まず 2D アクションのドット絵の読み込み設定とキャラクターの画像の差し替えを題材にチュートリアルもどきみたいなことをしてみたいと思います。具体的にはグレイマンが氷の妖精的なあれになるまでを解説したいと思います。まず今回ドット絵をお借りする大箱さんのサイトに飛び、素材チルの基本動作のリンクをクリックします。注意事項と使用条件を確認します。1がまず天才再配布禁止。2が商用金銭が絡む行為への使用禁止ということで、この動画に広告とかはつけません。3が分かりやすいところに大箱市の制作であるということが分かるようにすると。以上を守ると心に誓った上で感謝をしつつ、待機、ジャンプ、しゃがみと全身交代の画像を右クリックで保存します。今回はこの2つの画像だけ使用します。この時素材は1マス 80×96 で作られていますという文を忘れやすい人はメモっておきます。画像を自分が把握しやすい場所に保存しておいて、ここからアンリアルエンジンを立ち上げます。今回制作するバージョンは 4.2、4.3 です。まず起動からカテゴリーはゲームを選び、2D サイドスクロールのテンプレートを選んで次へ。プロジェクト設定はハイエンドではなくスケーラブルな 3D、2D に変更して、プロジェクト名をサイドスクロールテストとしてプロジェクト作成を押しました。起動してグレイマン先輩を確認したら、一応画面上のプレイボタンを押して、キーボードの A と D とスペースを押してみて、左右移動とジャンプすることを確認してみます。動くのを確認したら、エスケープキーでゲームを中断し、おそらくブループリンツのフォルダーのアイコンが画面左下の方にあると思うのですが、なかったら 2D サイドスクローラー BP のフォルダーを探して、ブループリンツフォルダーの中にある 2D サイドスクローラーキャラクターをダブルクリック。ビューポートタブでグレイマン先輩が 3D ではなく平面の画像であることを一応確認してみます。この画像をチルの画像に変更していきます。今は確認しただけなのでキャラクターブループリントは閉じて素材をインポートする場所を確認します。先ほどダウンロードした画像2枚を保存先のフォルダーからテクスチャーフォルダーの中にドラッグ。インポートされた画像のフリーチルの01の方をダブルクリック。今日伝えたい内容の 50% くらいはここです。ドット絵のような低解像度の画像は初期設定では足らない解像度を補完する作用で画像が滲みやすいのを設定変更します。まず画面右上の圧縮設定をデフォルトからユーザーインターフェース 2D に変更します。次にテクスチャーの項目の初期設定では隠れているみたいですが、下三角をクリックして詳細表示してフィルターの項目を見つけます。フィルターがデフォルトになっている場合、ニアレストにします。最低限この2箇所を設定すると滲みはなくなります。あとはおまじない的な設定と今回の背景のグリーンを透過させます。下にスクロールしてクロマキーテクスチャーにチェックを入れます。その下のピンク色の横棒をクリックして出てきたカラーピッカーの右中央のスポイトをクリック。スポイトを選択した状態でチルの画像の背景色の緑をクリック。問題なく背景が透過されると思います。もともと背景が透過された状態の画像であればクロマキーの設定は不要です。次にクロマキーの下のレベルオブディテールで2箇所おまじない的な設定しておきたい点があります。ミップマップ全般設定が今回はミップマップなしになっていますが、正方形で2の乗数の解像度のテクスチャーの場合、複数の低解像度画像を生成する設定になっているようなので、ドット絵の場合はミップマップなしにしといた方がいいと思います。その下のテクスチャーグループをワールドから 2D ピクセルズアンフィルタードに変更します。上で設定したニアレストと同じ効果になると思うのですが、おまじないとしてここも変更しておきます。一応これがドット絵の基本設定になるかなと思います。違ったらご指摘ください。そこまでできたら左上の保存を押して閉じます。
反復練習的にもう一つの画像も設定します。今回は2枚の画像だけなので1枚ずつ設定しましたが、10枚とか100枚設定する場合、一括設定の方法もあるので別撮りで差し込みます。例えば今テクスチャーホルダーにある6枚の画像を一括変更したい場合、6枚の画像を選択した状態で右クリック、アセットアクションからプロパティマトリックスで一斉編集を選び、出てきたウィンドウの変更したい画像を選んで右側の設定項目を変更すると、選択画像の設定を一括変更できます。これも数える程度の回数ならいいですが、何度も頻繁に画像の読み込みをする場合は、読み込み時の一括設定して読み込むツールみたいなのが欲しくなるので、マーケットプレイスとかにそういうツールがもしあったら教えてほしいです。で、本題に戻って設定を済ませたキャラクターの画像を分割します。フリーチルの01を右クリックしてスプライトアクションズを選び、右側に出てくるエクストラクトスプライツをクリック。出てきたウィンドウでキャラクター画像を切り分けます。スプライト抽出モードをオートからグリッドに変更し、名前付けテンプレートのスプライトアンダーバーが邪魔なので消します。(0) は残します。次にグリッドのセルの幅を80、セルの高さを96にします。ここの値はドット絵の素材をどのサイズで作ったかによって変わります。数値の設定ができたら下のエクストラクトボタンを押して分割します。分割した画像の下側が水色になっている状態がスプライト化した画像で、赤い状態のテクスチャーとは用途の違う画像になります。もう一つの画像のフリーチルの02も同じように分割します。右クリックからスプライトアクションズの右のエクストラクトスプライツを選択し、スプライト抽出モードをグリッドに、名前付けテンプレートのスプライトアンダーバーを削除。グリッドのセルの幅を80、高さを96でエクストラクトボタンを押します。分割された大量の画像で見づらくなってきたので、スプライト画像を移動させたいと思います。左下のコンテンツフォルダーの中にあるスプライツフォルダーの中に新規フォルダーを右クリックから作り、チルノと名付けます。できたフォルダーの中に先ほど分割したスプライト画像をシフトで選んでからドラッグしてフォルダーに移動させます。個人的にはよく使うフォルダーは色をつけるようにしているので、テクスチャーフォルダーを右クリックでカラーを設定を選び、今回はスポイトでテクスチャーの下側の赤い部分をスポイルし、色を指定しています。チルのフォルダーも同じ要領でスプライトカラーから色を指定しました。ついでにこの時はスプライトのフォルダーをチルのフォルダーで設定された色を選択しています。色をつける必要はないですし、何色でもいいです。全然重要な工程ではありません。カラーのチルのフォルダーの中を確認して、空白のスプライトがいくつもあるので、これを消すべきか少し考えてます。動きの切り替えポイントが分かりやすい気がするので、中間の空白は今のところ残すことにします。後半のいくつかは試しに消してみます。シフトで選んでデリート。ここからアニメーションの動きを作っていきます。まずチルの画像01のアンダーバー0からアンダーバー8をシフトで選択し、右クリックから一番上のクリエイトフリップブックを選択します。フォルダーの左上にフリップブックデータができていると思うので、名前をチルの01アンダーバーアイドルとします。偶像じゃない方です。できたフリップブックをダブルクリックして動きを確認してみます。ドット絵の出来がいいので素晴らしいですね。少し速い気がしたので、右上のフレームパーセコンドを15から10に変更してみました。全体の速度を調整するのがフレームパーセコンドの値で、下のバーをドラッグして伸ばすと特定のフレームだけ長く表示させるなど調整が可能です。他に特に変更したいところはないので保存して閉じます。次にチルの画像02のアンダーバー0からアンダーバー14を歩き用のフリップブックにします。真ん中にある空白はさすがに邪魔なのでデリートします。アンダーバー0からアンダーバー14をシフトを押しながら選択し、右クリックからクリエイトフリップブック。できたデータにチルの02アンダーバーを置くと名前を付けます。新しくできたフリップブックをダブルクリックで開き、動きを確認します。少し速い気もしますが、歩きや走りは少し早めの方がいい気がするので、特に何も変更せずに保存して閉じます。
次にチルノ画像01のアンダーバー20とアンダーバー21をシフトを押しながら選択し、右クリックからクリエイトフリップブック。名前をチルノ03アンダーバージャンプにしています。ダブルクリックをして動きを確認します。あまり小刻みに動かない方がいいかなと思ったので、フレームパーセコンドの値を2にしています。このフリップブックはこれで保存して閉じます。最後にチルノ画像01のアンダーバー22を右クリックからクリエイトフリップブック。名前をチルノ04アンダーバーフォールにしました。一応確認でダブルクリックで開き、1枚の画像なので微動だにしませんが目的通りです。確認が終わったので保存して閉じます。今回はこの4つのフリップブックをグレイマン先輩と差し替えるところまでやって終わります。スプライトの中に埋もれて見つけづらくなったので、フリップブック4つを1つ上の階層のスプライトホルダーにシフトで選択してから移動させます。フリップブック用のホルダーを作ってもいいですが、公式でもここに置いているので、ここでいいかなっていう感じです。ここからブループリントと呼ばれる形式のデータを編集していきます。ブループリントフォルダーの青緑のキャラクターアイコンの 2D サイドスクローラーキャラクターをダブルクリックします。現状ここに書かれているものは、左右に動きますよってことと、ジャンプしますよという指示だけが書かれている状態です。今回の主役は上のアップデートアニメーションとなっている部分の処理になります。今回の主題が画像の差し替えなので、あまりブループリントに関しての説明は掘り下げませんが、一応ここに書かれていることをざっくり言うと、動いてるの？ Yes, No ということで、キャラクターが移動してれば True、全く移動してなければ False。ここで指定したものを右側に送るという処理になっています。一番右のセットフリップブックはフリップブックをどれにするか設定するだけの処理です。ブループリントのことがわからなくても、フォルスに待機アニメーション、トゥルーに歩きアニメーションをセットすれば差し替わります。一旦左上のオレンジのハテナマークが出ているコンパイルボタンを押してプレイを押してみます。小さくて分かりにくいですが、どうやら差し替わっているようです。作業手順を間違えた気がしますが、気にせず修正します。キャラクターのブループリントに戻って、ビューポートタブでグレイマン先輩の画像を選択します。右の詳細欄のソースフリップブックのアイドルアニメーションとなっている下三角をクリックし、チルノの待機アニメーションを選びます。元々の画像サイズの差で小さく描画されていたようです。個人的には画像のスケールをかけずにカプセルのサイズや世界をドット絵のサイズに合わせる方が好みなのですが、標準のカプセルサイズを基準にした方が他の配布素材との連携がしやすいようなので、今回はチルノ画像の方を拡大します。ビューポートの上の方にある四角に斜め方向の矢印が出ているアイコンをクリックするか、キーボードの R ボタンでスケールモードになります。赤、青、緑がある中央の黄色い四角をドラッグすると均等に拡大できます。今回は横着してそのまま拡大していますが、右の詳細欄の拡大縮小の数値の右にある鍵のマークをロック状態にすると常に均等に拡大縮小するようになります。拡大できたら移動モードを選択し、若干下にある画像を少し上に上げます。画面の状態と同じにする場合は Z の値が10です。この状態で左上のコンパイルボタンを押してプレイボタンを押してみたいと思います。キャラクターの操作方法はキーボードの A が左、D が右、スペースがジャンプです。いい感じじゃないでしょうか。画像の差し替えという意味で言うとこれで終了でもいいと思うのですが、ジャンプ画像くらいは足したいなと思います。エスケープキーでプレイモードを抜けます。キャラクターのブループリントに戻ります。イベントグラフのタブを選び、選択するとなっているこの項目を増やしたいのですが、このままだと増やせないので、一旦赤い線で結ばれた線を、オルトキーを押しながら線をクリックして赤い線を切ります。選択するとなっているこの項目は削除してもいいのですが、この時はとりあえず右にのけてます。項目を増やすには左下にある動いてるかどうか以外の条件を分岐させる必要があるので、キーボードの B を押しながら左クリックをしてブランチという分岐専用のノードを出します。ブランチが出てきたら左のアップデートアニメーションと右のセットフリップブックの間に置き、アップデートアニメーションの白三角からブランチの左側にドラッグしてつなぎます。次にジャンプしているかどうかをチェックしたいので、右クリックの検索窓に is fall と打つと出てくる is falling を選びます。
これは空中にいるか着地しているかを判断するものになります。フォールとなっていますが、落下だけではなく上に上がっている最中もイズフォーリング状態になります。できたらイズフォーリングの右の小さい赤い丸とブランチの赤い丸をつなぎます。これで空中にいたらトゥルー、着地していたらフォルスという分岐になります。ここから変数と呼ばれる数字や文字を格納できる入れ物を作ります。今回は深く考えなくてもいいと思います。変数の作成は画面左の変数の項目で、ちょっと動画上では Biz Moving Light を消していますが、動画通りに進めている方がいたら一旦消さずに置いておいてください。変数の項目の右にプラス変数というボタンがあるので、そこを押して新規変数を作ります。名前をアニムセットとしました。初期設定では多分画面右側にある詳細欄を確認します。変数の型をブーリアンからインテジャーという整数を取り扱う型にします。これでアニメーションを変更する変数の設定ができました。次に左の緑のアイコンをイベントグラフにドラッグして Get か Set か聞いてくるので Get を選びます。アニムセットのアイコンの右の小さい丸をクリックしながら右側にドラッグして離して出てくる検索窓にセレクトと打つと選択するという文字が出てくるので日本語の選択するをクリック。ここでアニムセットと古い方の選択するの赤い丸は繋がらないのを確認しようと繋げてみたら繋がってしまいちょっと焦っています。繋がったところで選択項目も増やせず邪魔なので消します。デリートボタンで消したら新しい方の選択するのリターンバリューとセットフリップブックのニューフリップブックをつなぎます。そこまでできたら選択するのピンを追加プラスを押して選択項目を増やします。選択項目が3つになったのを確認し、別に4つでも5つでもいいんですが3つ以上あるのを確認し、また左の変数の項目からアニムセットをドラッグして持ってきて今度はセットを選びます。できたセットをとりあえずブランチのトゥルーとつなげます。空中にいる時がトゥルーという分岐になっています。セットの右側とセットフリップブックもつなげます。セットの番号は何番でもいいですが、0を待機モーション、1を歩きモーションにしたいので、2をジャンプモーションにするために、セットの数字を2にします。このセットをあと2つ用意するために、セットをクリックし、キーボードの Ctrl+C、Ctrl+V でコピー&ペーストして3つにします。できたら番号を1と0にします。あとはブランチを B キーを押しながらクリックでもう一つ用意し、上のフォルスの結果が下のブランチの分岐に流れるようにします。そこまでできたらブランチと左下の赤丸をつなげます。ブランチのトゥルーはセット1に、フォルスはセット0につなげ、セット1、セット0ともにセットフリップブックにつなげます。これで一連の流れはできたので、オプション0に待機モーション、オプション1に歩きモーション、オプション2にジャンプモーションをセットします。できたらコンパイルボタンを押してプレイを押してジャンプを試します。初期のマリオやロックマンはジャンプのポーズが一つなので今回の処理でもいいかもしれませんが、飛び上がったポーズと落下中のポーズを大箱さんが用意してくれているので、せっかくなのでそこも取り入れたいと思います。ちょっとレイアウトをどう並べようか考えます。確実に必要なのはブランチともう一つセットを増やすことなので増やしておきます。こんな感じに並べたら分岐条件を考えます。今回は左下にある GetVelocity をもう一度条件に使おうと思います。Ctrl+C、Ctrl+V で GetVelocity をコピーペーストして、右の黄色い丸のところで右クリックで出てくる構造タイピンを分割を選択します。初期設定のこの世界では Z 方向がジャンプの方向になるので、Z のピンから右にドラッグして検索窓にダイナリー、区の逆の記号を打ちます。出てくるフロート、左の方が大きいフロートのイコールがない方を選びます。イコールがついている方を選んでも今回はあまり結果に差は出ません。できた条件を新しい方のブランチにつなげます。あとは一番右の選択するのピンを一つ追加してオプション3に落下アニメーションをセットします。この時条件が逆だったみたいで後で直すことになります。コンパイルしてプレイします。あれ逆だぞとちょっと焦ります。賢くないのがバレます。なんか逆みたいなのでオプション2と3を差し替えます。
コンパイルしてプレイすると目的の状態になって安心しました。お疲れ様です。ジャンプを追加しなければブループリントに全く触れずに済んだのですが、ジャンプを追加するべきだったかご意見いただけると嬉しいです。重要ではない要素として、個人的に気になるところを修正します。個人的な好みとして、大なり0をマイナス100くらいにすると、ジャンプの頂点で切り替わるのではなく、少し落下速度がついたところで切り替わるので好みです。今回アップデートアニメーションの項目しか見ませんでしたが、左下の方にあるインプットアクシズムーブメントも整理したいです。まず一番左のこのぐちゃぐちゃっとなっているところを整理します。おそらく古いバージョンの時はこういう処理が必要だったのかなと思いますが、現行のバージョンではこの真ん中のぐちゃぐちゃっとしているところは不要です。次に一番右のブランチを削除します。今削除した2箇所の部分は削除しなくても問題ありません。ちょっとぐちゃぐちゃしているのが気持ち悪いので消しただけです。ブランチまで消したところで、あとはこのビズムービングライトの存在意義がなくなるので削除して問題ありません。以上です。チュートリアル的な動画は初めて作ってみたので、こうした方がいいなどアドバイスいただければと思います。次回はタイルセットを使った背景画像を白ネジ屋さんが配布している画像をお借りして背景を作ってみたいと思います。ではでは、次回もよろしくお願いします。